皆さんこんにちは。ながらフライクの時間がやってきました。ながらフライクとは、あんなことやこんなことを忖度なしにお話をしていくラジオ感覚の番組となっております。一つニュースがあります。今日から新メンバー加わってやってきます。三角さん、今日からよろしくお願いします。4月から入社しました三角と申します。よろしくお願いします。じゃあ今日はこの4人でお届けしていくながらフライクなんですが、今日のテーマはこちら。研究開発って何？どんなアプローチをしているの？早速スタート！ペペー！うわー。じゃあ早速研究開発っていうテーマで今日わちゃわちゃと話をしていきたいんですけど、一般的に研究開発って分かりづらいと思います。ただ最終的なアウトプットとしてフライクはセールスフォースとバックログ連携とか iPad での受付管理とかを、研究開発の中でできましたと。ただアウトプットだけ見ても思んないじゃん。なんでそれが生まれたのかっていうところを理解をしようっていうところの今日のながらフライクのテーマなんですけど、なんでそれが生まれたんだっけみたいなところを、じゃあシンボリさんの方から。全ては課題から、誰の何の我々の課題から始まってますね、全ては。これどうにかならんかなとか、これだるいなみたいなところから、じゃあ組み合わせてどうにかなれないの？これは組み立て屋なので。ちょっとっていうところから始まってるっていうのがスタートかなと思います。それちなみに僕2年前に入社しましたけど、僕が入社した時はすでにあったじゃないですか。いつぐらいからあったんですか？作ったタイミングからあったよ。フライクが作の前の 3RD 自体からあった。そうなんですね。ありましたね。だってマネーフォワードとこれやったもん、初め。マネーフォワードやってみようってマネーフォワード請求書も使ったしとか。私初めてフリーでしたね。フリーとセールスフォース。フリーってなんやねんから始まりましたもん。そうね、簿記3級。簿記3級は知ってるか。はい。フリーって何みたいな。名前は知ってましたけど、社会系ソフト触ったことねえしみたいなところから私は始まりましたね。一番最初は。その時は別に私、入社したばっかりで課題感じてなかったので、とりあえずやれって言われたもの。いいっすみたいな感じでやってましたね。業務の中の一つとしてやるっていうの面白いですよね。私とかは前職では、こういう便利なソフトがあるぞ。もしかしたら営業とかに使ったら効率が上がるかなと思った時って、どうしてもやっぱり就業時間外に自分でちょっと調べて、もしかしたらいけるかもしれないなって思ったことを上司に相談してちょっと調べてみたいんだけどみたいな形で、最初は独学みたいな感じから入ること結構多いかな。なるほど。僕サボり癖しかなかったのでサボり癖しかなかったんで、就業時間と就業外の時間っていうのはあんまなかったんですね。なので、普通に就業時間中にカフェに行くタイプだったんでその時には見つけたりとかしたりとか、展示会とかって行くのって業務時間でした？外でした？業務時間でしたね。それが業務時間です。その延長線上かもしれない。なんで研究開発しなくちゃいけないんですかとか、何してるんですかって僕カジュアル面談で結構聞かれるんですよね。三角さんから見て研究開発しなくちゃいけないんだよ、16時間から12時間、16時間から20時間ってなった時にどんな印象でした？初め。いや、嬉しいなと思いました。変態発言。そうなんですね。何が嬉しかったんですか？なんていうんですかね、先ほどの話に戻るんですけど、そういうのって業務時間外に自分の業務どうやったら楽になるのかなっていうのを考えながら行うようなイメージがあって、それをもう業務の一環として時間を取ってくださいって言われるのは個人的には嬉しいなっていうか。なるほどね。確かに。逆に言うと沼ちゃんからするとやらされてる感とか出なかったんですか？研究会。ありましたよ。めっちゃありました。やっぱ振ったの正解だ。それはありましたね。そういった新しいものを取り組んだりみたいなところっていうのがそもそもやったことがなかったところだったので、社内業務の一つみたいな感じで思ってましたね。具体的にどういうふうな課題があって、どういうふうなアプローチでそれをやって自分のハッピーにつながった、会社のハッピーにつながったっていうところのストーリーを教えてもらっていいですか？外注費用取り込み機能みたいなものの開発ですね。ノーコードの開発しかしてこなかったし、そもそもプログラミングができない。今の全然カットしないからプログラミングがそもそもできないっていうところがあったので、プログラミングでちょっと作ってみようというところが
この取り込み実績開発には回った、っていう中で、まあ、プログラミング書いてみると意外とまあ楽しかったっていうのがまず1個あって、で最初にこれ時間すごいかかりましたけど、まあ、完成させることもできたんですよね。下一郎の力がマジで8割ぐらいありましたけどですけど、まあ、やっぱり1個プログラミング使って1個完成できたっていうのと、あとは私結構研究開発やった中でも完成したものって多分今のところそれぐらいなんじゃないかな。いや違うそれがすごい長かっただけまあ確かに長かった。3ヶ月間3ヶ月の目標が6ヶ月になりみたいな感じだったんで、そう2ヶ月ぐらいの見込みが多分半年かかったですかね、みたいな形だったので、まあそれでもまあ個人的な達成感があり、かつちゃんとコース実績じゃないや、外注費の提供にも今もちゃんと使えているというところで、まあ、会社的にもハッピーというか、一個生み出せたのかなと思います。なんかどういうふうな内部の意思決定があって、それをやろうとしたんですか？年末スタートだったと思うんですよね。それで年末年始の1週間ぐらいは、ちょっと研究開発に全力で取り組もうぜみたいな話が確かあった気がしてて、それで選ばれし一作だったんじゃないかなっていうこれ僕たち面白いことやってて、何の話だろうとちょっとポカーンだったと思うんですけど、年末年始働きたくないんですよまずね年末年始っていうと営業だったらお客さんにカレンダー持って行ったりとか、お世話になりましたお歳暮系だよね、持って行ったりするけどしたくないんですよね。まずね連絡も受け付けたくないんですよ。だいたい25日ぐらいからね。そうですね、最後の1週間ぐらい、25日から僕たち早めに終わるんでって言って、で年末の部分で言うと25日から28日ぐらいかな、の4日間ぐらいは研究開発だけをするっていうのを取って、年始もその三が日がお休みなんで4日が月曜日とかだったら4日から営業してますみたいな雰囲気じゃないですか。4と5は休みですって言っておいて、6からですとか言いながら4、5を研究開発するみたいなことをやってるので、トータル多分5営業日ぐらいやるんじゃん、ね。その一つってことだよね。その一つです。そういえばアンプトークも沼ちゃんやってたと思うんだけど、アンプトークっていつぐらいやったんだっけ？アンプトークとスラック連携とズームフォンの CTI 連携かな。そうですね、そうです。うちがズームフォン使ってるから、電話で鳴った時にその092の番号を仮にズームフォンに連携させた時にポップアップを鳴らす、セールスフォース側でポップアップを鳴らすっていうのと、あとは電話が鳴った時にスラックに通知するっていう機能を沼ちゃんが作った。スラックはあれは基本的に全部アンプトーク社が作ってるやつがあって、それの設定作業をやっただと、うちで作ったっていうよりかはね、そこの、設定をした後に先ほどの実績取り込みのところをやったっていうので、計多分5営業日ぐらい、40時間ぐらいかな、やって、プログラムの方は全然思い出したぞ全然できなくて、設計すらできなくて、最後12月28日残った気がする。できてなさすぎて会社に残業したっていうこと。その時ってここのオフィス？ここっす。へえ、覚えてない？あ、ここだ。そう、ここに机あってそうよ。こう座っとった気がする。そうで、最終営業だったけども、ちょっと設計の時なさすぎて、もうちょっとやってから帰りますのにみたいな。設計までセットなんですよね。僕ら初めに研究開発するとき、しんどい？しんどかったですよ。しんどかったっすね。でもあれもね、多分無茶ぶりだったもんね。課題のところの話をすると、外注さんがいますと。で、うちのいろんな資料作成とかをしてくれてる外注さんがいて、月に何十時間みたいな基本の契約があるんですけど、いっぱいいろんなプロジェクト依頼するから、仮に50時間の契約だった時に、請求書来た時に160時間ですみたいな、おいどうなっとんねんみたいな。で、本当に160時間やったかもわかんないし、でもなんか、来る明細見ると、なんとなくやったんだろうな、みたいな、このわかんない状況でずっと続いてて、これは絶対プロジェクトごとに、この作業でこんだけやって何時間かかったんだっていうのが欲しいよねっていうのがあったんだけども、外注さんから来るのは CSV だから、いやー、これどうするってなった時に、沼ちゃん、取り込めようって言って、いう振りだけをして、彼は、いや、もう意味わかんねえみたいな感じで、
設計から入るみたいな。しかも当時うちのセールスフォースのプロジェクトとかも多分リーダース持ってたかなわかんない、そんぐらいの感覚で、もううちのセールスフォースのプロジェクトがどうなってるかすらもう知らないぐらいの状態からだったんで、多分相当なんじゃこれ状態だったような気がしますね。いやでもできたね。あれのおかげでね、今プロジェクトと原価わかるしね。まあまあそうだね、素敵だ。じゃあこの辺りでちょっと話題を変えて、他社と比べた時の研究開発の違いみたいなところを話をしていきたいと思うんだけど、他社との違いどういうこと思いますか？オリジナルだなみたいなところ。当たり前のところでいくと、アウトプットをしている。こういうことしました。こういう連携できるようになりましたっていうのを出してるのは、結構他社さんは出してないのかな。どこにアウトプットするの？ YouTube とか、ああ、そういう意味ね。ブログとか、あとなんかデモ動画を撮ってこういうことできるようになりましたみたいな。もしかしたら他社さんは、それこそその一エンジニアがやったのを自分のブログに上げてみたみたいなのがありますけど、会社として上げてるっていうのは信頼感っていうか、って感じかなっていうのはまず1個。どうぞ。ネタがなくなった人が負け。ちょっと最初の話に戻っちゃいますけど、まあやらなきゃいけないことのうちの一つかな、っていうところは多分明確に違うんじゃないかな。強制力的なね。そう、強制力はやっぱあるから。確かにね。研究開発とかね、そのさっきの三角さんの話でやってもやらなくても変わんないからね。それが社内のイベント的な評価制度っていうイベントでも評価されるっていうのは珍しいかもしれない。で、沼ちゃんターン終わり、リスキターン。似てるかもしれないですけど、やっぱ強制力感、やらないといけない感があるので、常に次何やろうかな。やべ、ネタなくなった。何か取り組まないといけないなっていうので、常にこう、ストックがある。それね、逆かもしれない。やらなくちゃいけないからストックを作るんじゃなくて、課題が多すぎて、それはね、やりたいことが多すぎて、どんどん溜まっていって、今どれぐらい溜まってんだろうね。いや、わかんないですけど、多分全メンバーのリソース使って今から研究開発やっていいぞってなっても1年ぐらいかかるんですよ。全部やろうとしたら。っていうぐらい溜まってる。セールスソースやり直そうみたいな話、2年前にしてたじゃん。うちの商談とかを全部ゼロから作り直そうって言ってて。あれゼロからですか？っていうプロジェクトがね、こそっとあるんで。それ失敗もあって、本当にセールスクラウドいるのかという多分ね、議題が2年前3年前ぐらいにあって、一旦セールスクラウドじゃなくて、プラットフォームのライセンスでこの SFA CRM 作ってみようって言って、一人業務委託でやってくれてるメンバーにお願いをして3ヶ月ぐらいかけて作ってもらったことがあって、で、よっしゃできたぞって言って、そのリリースの3度から3度に上げる、要するに今本番で使ってるから絶対事故れないよねって言って、リリースのリハーサルまでやって、よっしゃこれでいけるってなった瞬間に、やっぱ商談使うわってなって、全然覚えてないんだけど。それ、うちの話？そうです。僕の入社入社後だよ。後？なんで商談使おうってなったんだっけ？ドリームフォース。思い出した、あったマジ？そうだわ。ドリームフォース。そう、なんか僕は日本にいたから分かんなかったですけど、なんかアメリカお二人行ったじゃないですか。で、アメリカから帰ってきたらなんか AI がどうだこうだとか商談使うことになってました。なんかから全部そのサンドボックスは多分今もうないと思いますよ。今多分6ヶ月ログインしないと消えちゃうから。確かに。そうだね。うん百時間の頑張りのリハーサル。それ外注したの？外注しました。外注費？はい。もったいねえ。みたいな、失敗もありつつ、でもやっぱやったっていうところとか、できるんだっていう、セールスクラウド使わなくてもある程度できるんだっていう、やっぱ自信にはなったかなっていうのは。よかったよかった。まあよかった。無駄じゃなかった。まあでも研究開発0から1を作る系なんで、そんなもんだよね。そうだよね。そう。失敗ありきだもんね。じゃあ最後に具体的にどんなアウトプットがありましたっていうところのその取り込み実績以外、そのセールスソースの商談以外のところでちょっと三角さんにアピろうぜ。俺らこれやったんだぜみたいな。外部から見てすごいかどうか判断していいですよ。お願いします。じゃあ私からバックログとセールスソースを連携するっていうのは私だったんですけど、アサナ使ってたんですよ、もともと。で、もうアサナが嫌いで仕方なくて、バックログに変えましょうっていうので、みんななんか文句言いながらも
変えてくれました。そしたら今度言い出したのは、なんかアサナはテンプレートからタスクを作ることができる。要するに、特にマーケ周りとか、この動画撮ろうぜってなったら、もう決まってる、大体やらないといけない。プリセットがバンと1回で作れます、そうなんです。我々の開発チーム自体は決まってないので、タスクが発生したら入れていくので、バックローやったんですけど、もう反発を食らいまして、テンプレートからの取り込みができねえぞと。誰だそんな人。いやー、目の前にいる人おー、なるほどね。って言われて、そうかと。っていう課題から始まったのが、バックログとセールスフォースの連携で、セールスフォースはプロジェクトの管理をしてますと。勤怠入れて、この作業に何時間かかったみたいなの原価の管理をしてて、でそれとタスクってなんか紐づくのよねみたいなところから始まり、じゃあ、セールスフォースでプロジェクト管理してる時に最初にドカンとそのテンプレート作れて連携できて、タスクがどのくらい残ってるかっていうのを連携できて見れたらいいじゃんっていう話になって、シンボル立ち上がりました。私が作りました。なんと完成して、今は多分感想はもうご本人にお聞きいただきたいですけど、まあまだね。だからもう課題から生まれ、アサナを変えたことから始まり、テンプレートができねえ、もう無理だ、やってられねえっていう課題から、じゃあこうなればいいよねっていうのを設計していってできた、そのさっき使わなくなることも多い、使わないことも多いって話だったんですけど、唯一じゃないんですけど、その中でも数少ない使ってるやつでございます。いかがでしょうか。5点満点で。いや、5点じゃないですか。プレゼン能力5。結果がね。結果がね。ですね。失敗って、うちの場合ってすごい糧になりますよね。他のお客様で同じことやろうとしたっていうお話があった時とかに、いや、うち実はもう先にこれやったことがあって、これこうでダメだったんですよみたいなので、非常に先に緊張がここで隠しなくていいんだよ。いや、事前に失敗をした経験っていうのを語れるっていうのはすごい価値があるんじゃないかな。こっちのプレゼント6点だったね。実際ありますもんね。なんかこういうことしたいんですけどって、このツール使ってみたんです今これ使ってますみたいな。それこそ私だと上司の時にそれやったんで、なんかいろんなツール使ってみた結果これが良かったんですこの観点でみたいなところも話せるんで、確かにそれは一個あるなと思いましたね。すごい説得力ありますよね。だけど、これこうでダメだったので、これに変えましたっていう。MA とかそうですよね。MA、パードットから始まり、始まりパードット、始まりパードットだよ。パードット反対運動のメンバーがいて、ハブスポットがいいって言ってハブスポットに変え、でそのメンバーいなくなり、ハブスポット使えんねってなって、今度またパードットアカウントエンゲージメントに変わり、で今またパードットじゃなくてハブスポットに変えようとしてるっていうこの繰り返しをしてるから、ハブスポットだったらこうだよ、アカウントエンゲージメントだったらこうだよみたいなのは多分結構伝えれるっていうところはあるかな。僕は MF 請求書かな、そういった観点で言うと。MF 請求書をどうしてももともとフリーにいたからフリーじゃないといけないって思われてるともう尺だなと思って MF 請求書の方がかっこよかったんですね、請求書のフォーマットが。なのでリスキに話してセールスフォースで作れる請求書をあえて MF 請求書に連携をかけたら、まさかのベーシックプラン、当時が3980円のプランだったら50コールだったっけ、月に50コールしかできないし、行って帰ってが1つできるわけじゃなくて、1つ作るのに3コールぐらいしなきゃいけなかったんだよね。鏡で1コール、明細で2コール、っていうのがあるので、その安いプランだったらできないですっていうところとか、あと MF 請求書から会計の方に連携させたとて、消し込みができないというか、消し込みしてもそっちの方の請求書の方にデータは返ってこないから、全部のライセンスに金額を人のライセンスを付与しなくちゃいけなくなるから、なんかトータル高くねみたいな、っていうところからなんか結局フリーに戻ってくるみたいなことはやりましたね。あの時は面白かったですよね。セールスソース、フリーとマネーフォワードうちどっちもつながってますみたいな、でマネーフォワードはもう請求書を作るためだけに連携させてますみたいな、結構普通じゃやらないようなことをやっぱり研究っていう意味も込めてやってるのは、フライクならではかな。あの時 X の時めっちゃ聞かれた。 X でなんでこれやってるんですか、無駄じゃないですかみたいな、いちいち対応するのめんどくせえとか思いながらちゃんと回答してました。自社の環境なんでいろいろやっ
ちゃえるますもんね、チャレンジというか。これお客さん先の監督で絶対できないじゃないですか。二重投資だしね、二重開発だしね。あとあれじゃないですか、ピーマーク。ピーマークのストーリーは結構分かりやすいと思いますよ。ピーマークね。ピーマーク、さっきメール来てた。正式に J なんちゃらなんちゃらみたいな機関から取りましたって動画使っていいです。P マークはさ、もともとさ、取る気なかったんですよね。だってこんなね、オフィス作ったのにさ、カーテンに閉めてくださいとかって意味わかんないじゃん。とあるね、上場企業さんからリクエストで保守をしてほしいですと。まあ、1社だけで3社 ?4 社ぐらいからだよね、同時に。ほぼ同時に言われたのが。ただ、それだったらできないですっていうのは P マークと ISMS をどっちか取らないとできないですってなって、仕方ない取るか。ってなってやったものの、紙がね、そう。すっごい。ね。これはすっごい。初めてセブンイレブンの印刷機で5000円を1回で使ったっていう。250枚ぐらい、何百枚ぐらいだったんかな。分厚くて引いたもん。今ね、メモ帳、裏紙メモ帳。ちょうどいいじゃん。貴重な。で、なんか入退室管理をしないといけない。誰かが入ってくるときに、この A4 半分に切った紙に名前とかを書いてもらって保管しないといけない。その紙も保管しないといけない。で、一覧にもしないといけないみたいな、どうやってアナログで済んでんみたいな。紙に書いてもらったのを多分こういう一覧に長さにして両方書くみたいなでそれ取っとくみたいな、いやーもう終わっとるねみたいなのがあって、この時はじゃあ iPad でポンって渡してペペって書いておいてペッてやったらペッて入るみたいな。何やってでそれをセールスソースでやればレポート使えば一覧になるやんみたいなことになって、それを3日ぐらいで2日ぐらいかなそんなにぐらいで作った。で作った今年の年末年始。そう今年の年末年始作った。これいいよね。なので紙なくなるし、一覧で出してって言われてもすぐ、ね、iPad で記載してもらったのにそのままセールソースに入れれるので、そこで一覧もちろんレポートできるし、っていうのを彼が。でホテルでよくやるようなこの電子書面をセールスソースと iPad 上で名前書いてもらって画像と入れて保存してみたいなの、あれ楽しかったです。ね、なんかプロジェクトであんまりこう手書きやることないから楽しかった。成功しました。それは成功した。成功だった。成功した成功した。でもね、まだちょっとやっぱり本有用はしてない、怖いかなっていうところあって、もうちょっとかな。なるほど。まあ雑談形式でもろもろお話ししましたけど、多分伝わってなかったりとか、意味わかんねえなとか、もっと聞いてみたいなって思っていただけてると、今日の動画は良かったかなって思います。概要欄に URL 貼ってるので、ぜひお話ししましょう。少しでもこう興味がある方です。転職しようと思ってなくても、フライクに興味があったりとか、研究開発したいなって思ってる方、もしいらっしゃったら、カジュアル面談、いくらでも OK いたしますので、ぜひ、お申し込みのほどよろしくお願いいたします。今日どうでした？今日初めての動画。緊張しましたけど、もう始まったらもう止められないじゃないですか。もう崖から飛び降りる感じで、はい、楽しくさせていただきました。ありがとうございます。じゃあ沼ちゃん最後バサッて締めましょう。今日の研究開発の話を4文字熟語で言うと、一生懸命。おい一生懸命以外、おいダメなんですか？5、4、3、2、天真爛漫。何それは。天真爛漫ってなんだ。次の動画までお楽しみに。バイバイ。バイバイ。